はいこんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回は CC セットのニューモデル BC04 で 1DD プラス 1BA のハイブリッドモデルです。1DD の BC02 がいい出来だったから BC04 にも期待しちゃうよね。1DD プラス 1BA は競合モデルが多いから BC04 はどうなのか気になるところだね。じゃあまずパッケージ内容ね。まあ普通ね。右下の写真は販売ページのものだけどイヤーチップが2セットつくのかな。送ってもらったサンプルでは1セットだった。ケーブルはマイク付きのが来ちゃった。これはリケーブルして聞きたいな。価格は4000円弱といった感じですね。2000円台の BC02 をまだ買っていない場合はプラス1000円ぐらいの BC04 を視野に入れていいと思います。カラバリは3色か。愛の好きそうなパープルっぽいのがあるじゃん。そうなのよね。フェイスプレートの質感もすごくいい感じだし買っちゃおうかな。サイズはごく一般的です。重さ片側 4.2g は軽めな方ですね。リアーフックのデザインは CCZ が特許取得済みのシリコン製で、以前のコーヒー瓶などのモデルにも採用されていましたね。でもなぜか BC02 には採用されてなかったね。ああ、そういえばそうね。ドライバーは BC02 同様 10mm ダイナミックタイプ1機で、振動板素材はカーボンナノチューブ。そして広域用のカスタマイズ BA1 機。詳細は上の通りね。BA がノズル内じゃなくてダイナミックドライバーの横に配置されているのが気に入ったわ。この写真でわかるかな。ああ、ほんとだ。これなら広域だけ強調されるようなことはないかもしれませんね。そうだといいね。さて、ここからは波形を見ながら進めるよ。最初はイヤーチップの比較から。8キロ過ぎあたりからの差が結構あるのかな。ファイナル E とバンドルイヤーチップが例外的で内径を絞ってるから特徴も似てくるみたい。この2つを除くとその他5種類は大体同じ傾向になってる。今回は視聴とサウンドチェックの音収録にどれを使うの？ BC02 のレビューで使ったリバイナスベルベットにするよ。了解。次は他モデルとの比較です。同じ 1DD プラス 1BA のドライバー構成なんですね。そう、まずはこれ。今だと KZZSN Pro 2との比較が妥当かとも思ったんだけど価格帯が合わなかったんでチューニングスイッチ付きのクリラにしてみた。クリラと比べると BC04 はちょっとカーブの振幅が激しく見えますね。低域が控えめですがグラフの通りチューニングスイッチでブーストできます。もう一つは EPG-K1 です。こうして見ると BC04 の中域って結構落としてるんですね。そうだね。そしてこの辺りは結構持ってる。K1 とはだいぶ差があるね。BC02 も似たようなカーブだけど2から4キロのあたりがうるさくは感じなかったんだよな。やっぱり聞いてみるまでわかりませんよね。5キロ以上は K1 が随分強めに出ているようなので広域寄りのバランスですね。その通り。じゃあこの3モデルでサウンドチェックしてみるよ。音調整の基準は BC04 ね。ケーブルはナイス HCK ディープスノーを使用。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
って思いました。クリラはちょっとおとなしめに感じました。この時期の KZ って低域をあまり強調しなくなってたんで、チューニングスイッチで持ち上げてもそんなに強力な低域ではないね。さて BC04 を聞いた印象の時間だよ。今回の視聴環境はこんな感じ。サウンドチェックでは同じドライバー構成の比較をしたわけだけど、 BC02 との聞き比べもしてみたかったんでしょ。そうそう。なので BC02 との波形比較のグラフを表示しながら進めよう。いいね。まずはご覧の通り低域の出方にはっきりとした差があり、 BC04 はやや控えめ。とはいえ BC02 の低域の量感は結構あるので BC04 はややバランスが中高域寄りになったわーという程度。確かに低域の違いはすぐにわかりますけど、このくらい出ていれば十分な気もします。キックのアタックと量感のバランスはいいし、ベースも締まって聞こえる。タム、フロアタムの響きはもう少し迫力があると嬉しいかも。でもスネアは結構太く感じるな。中域をある程度絞って低域を目立たせるチューニングスタイルは同じだね。このぐらいの絞り方でもリファレンス曲での中域の違和感はほぼないかな。2キロ過ぎから4キロあたりまでは BC02 よりもやや強めですから、ボーカル、メロディーはしっかり前面に出てきます。これは BC02 以上ですかね。そうだね。10キロ付近は一旦落として12キロ以降で再度持ち上がってきてるのは BA の役割かな。でもキンキンするような質感は全くと言っていいほどなく好印象だわ。ハイハットの刻みを比較すると BC04 がややはっきりしている。その質感は少し太めに感じるので2キロ過ぎから4キロ付近の出方の差分によるもののようにも思える。全体的にはどんな感じですか？ BC02 に比べ BC04 は少しおとなしめに感じるかもしれないけど、低域のパンチ力のある BC02 の少し荒い部分を BC04 で整えてきたという風に捉えてもいいんじゃないかな。確かに BC04 は優等生っぽいけど結構いいよね。そうだね。聴覚上突出する帯域が少ないからか空間は広め、低位感も左右いっぱいに使ってる感じ。 BC02 を気に入ったから BC04 も買っておこうというのももちろんあり。特にパープルは狙い目です。それは愛だからでしょ。そんなことないよ。パープル好きな人きっといっぱいいるんだから、愛は買っちゃうよ。コスパを含め BC02 ほどのインパクトは感じませんが BA も搭載されてますから価格が多少上がるのは当然でしょう。音質的には BC02 をブラッシュアップしてる感じで聞き疲れしにくく、同価格帯の 1DD プラス 1BA モデルと十分競える性能、音質だと思いました。ということで CCZ の 1DD プラス 1BA モデル BC04 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。